はい、皆さんこんにちは。今日は第4回目のね、SSW、環境問題改善情報局ということでやっていきましょう。前回はイースター島のね、悲しい結末と、実際肉食が及ぼしている森林伐採、気象変動に直結する部分ですけれども、森林伐採の現状、植物性タンパクのね、効率などを、皆さんに共有しました。そして今日はね、こちらのね、ジャレド・ダイヤモンド博士の本から、全米でね、ベストセラーになった本で文明崩壊、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、こちらの方から今日は、成功例、これが非常に今後のね、我々が取っていく活動に対して参考になり、勇気も湧いてきますので、こちらを共有していきたいと思います。数々ね、こちらの本で過去繁栄した地域や国、これが繁栄とともに周りの資源を消費し尽くしてですね、文明の崩壊につながっていくといった例をたくさん挙げて、基本的には同じパターンで崩壊を迎えると、それが本当にね、今の人口爆発と環境破壊、地球規模のこの現状に対して警笛を鳴らしているという、そういった本なんですけれども、下巻にですね、今度は再生例が入っています。文明崩壊を免れた3つの大きな例が出ていて、ニューギニアの高地とティコピア島という場所らしいんですが、それぞれ1000人規模の集落といったことで、今の現代社会に対しては、ちょっと小規模かなと。ただ、最後の例がですね、非常に大きい。ここにフォーカスします。で、ちょっとここの部分、読ませてもらいますね。もう一つの成功例は、次の点でティコピア島と類似している。外の世界から孤絶した人口密度の高い島社会が舞台であること。経済的に重要な物資の輸入がほとんどなかったこと、そして持続可能な自給自足のライフスタイルを打ち立てた長い歴史を持つこと。しかし類似点はそこでもある。なぜならこの島はティコピア島の10万倍の人口と巨大な中央政府、先進的な産業経済、裕福で強力な支配層に束ねられた高度な階層社会、さらには環境問題解決に向けての上位下達型の強固な体制を有しているからだ。ここでは1868年までの日本を事例として取り上げるということで、皆さんびっくりしたと思うんですけれども、その文明崩壊を介した国家っていうのはこの国なんですね。日本なんです。江戸時代の、日本です。簡単に説明しますと、江戸時代っていったものは、今からだいたい400年ぐらい前、1600年ぐらいに始まった、日本の武家社会制度の、国家体制だった国の時代ですけれども、約260年間という長い間のね、太平を築いた、いわゆる平和な時代を築いたと言われております。で、この江戸時代何が起こったかっていうと、江戸時代の前っていうのは戦国時代ですね。で、戦国時代っていうのは本当に食べることも、非常に大変なというか、いわゆる、争いばっかり明け暮れてる時代ですから、生きるといったものは非常に大変な時代。しかしながら、徳川家康によって日本が統一されて、争いのない社会が出来上がったと。で、非常に日本は豊かになってきます。江戸時代が始まってから、それまでほぼ一定だった人口っていうのが爆発的に今度増えていって、3000万人ぐらいまで、一気に到達するわけですね。本当にどっかで何回か聞いたような内容ですけれども、それに伴って数々の今度はまた森林が伐採されています。で、こちらですね、江戸時代のね、初期にね、森林伐採深刻になって、そういった理由でね、日本列島の森林の約7、8割伐採されましたと。日本中ハゲ山になったんですね。今ね、本当に森林というか、日本でもね、東京ちょっと離れるとすぐ山が出てきて、ハゲ山なんてほとんど見てないですね。もう全てのね、山に木が生い茂ってるという、こういった日本の今風景ですけれども、じゃあ江戸時代の浮世絵いくつか見てみましょうか。まずこちら遠くの山、これ完全にハゲ山になってますね。で、こちらも箱根ですね。木々は少しずつありますけれども、ほとんどハゲてるのがよくわかると思います。で、こちらもハゲ山です。木はね、こうちょこちょこありますね、こういったところで。こちらもそうですね。どれを見ても確かに江戸時代の風景画といったものに山が全部木で覆われてるものっていうのはまずないですね。で、こういった状況、何が起こったかっていうとですね、各地で当然土砂災害であるとか、要するに自然っていうのは木があって自然なんで、それがなくなるともう当然イースター島のようにね、土壌崩壊であるとか、あとは土砂崩れもそうですし、食料の生産にも多大な影響を起こすわけですよ。で、それによっていろんな飢饉が起こり、で、これはまずいということで、幕府市民が一体になって徹底した森林管理と節約が行われるようになります。
四代将軍の徳川家綱、彼が1666年に諸国参戦起きてという、簡単に言うと森林伐採は勝手にできない。そして同時にタイミングが来た木に関して伐採した際には必ず植林を行うという徹底した管理と、法律ですねが決められると。それによって今度江戸中期になるとですね、森林減少に歯止めがかかってきて復活に転じ始めると。で確立したのがね、江戸時代のいわゆる徹底したリサイクル文化ですね。江戸時代っていうと最近でね情報入ってくると、もう徹底したリサイクル文化だったとか、ゴミ一つ落ちてなかったとか、いろんなその無駄をしないというね綺麗な文化のイメージがありますけれども、歴史的に言うとやっぱりこの時代に徹底的にリサイクル文化っていうのは確立したと言われています。ここで非常に面白いね文化的な異変というか結果的な化学反応が起こるわけなんですけど、これは何かというとですね、贅沢をだんだんこういったリサイクル文化、要するに物を大事にしよう、自然と共存しようと、そういった哲学のもとに人間社会がね形成されていく中で、だんだん贅沢を嫌うようになるんですね。で、非常に派手な色とかそういったものも、好まなくなってくると、国民全体が。それが何が起こるかというと、今度ね非常に繊細な感性が磨かれていくということになります。実はこの時代の職人たちでも、例えばね染め物職人10人いたらですね、10人青の色、染め物の青の色の10段階、これが全部同時にみんな見分けられたそうです。青の中での淡い繊細な色の違いがはっきりと認識できるぐらいの感性が育っていくと。でこれなんかわかるんですけれども、でこれによって江戸後期に、爆発的に世界に誇る文化が花咲きます。例えば和食、この時代に確立しました。本当に健康だけでなく色彩が非常に豊かな芸術色ですね、世界遺産ですね。そして浮世絵、これも版画ですけれども、今でもね描写の美しさや色使いの繊細さ、これが今現代漫画やアニメといった形で日本だけでなくて世界をも魅了している。そして最後におもてなし文化ですね。いわゆる芸者さん文化もそのうちの一つかもしれないですけれども、お客さんをもてなすということに関して一つの道というかおもてなし道じゃないですけれども、徹底的にここの部分を磨き上げた人々、日本が誇れる文化うちの一つと。で、大きく今3つ挙げた今日本の魅力っていうのは、全てこの江戸時代の後期に作られている。そしてこれを作ったきっかけというのは、森林伐採による食料不足、文明崩壊を回避しようと国全体で考えて実行した結果、そういった感性も上がってね、あとは同時に自然を大切にしようというか、国土と共存しようというか、その考え方が当然国土だけじゃなくて周りの人々に対しての配慮といった形で、世界一幸せだと言われていた時代と史学者の中でも表現されますから、江戸時代は。そういったね犯罪率の低い平和な社会といったものはこういったバックグラウンドがあったんじゃないのかなっていったことをすごく考えさせられるっていうのかな。我々日本人でもこんな大事なことを知らないというか、学校の教科書にぜひ載せてほしいなっていうふうにして思う内容ですが、ここから学ぶことって非常に多いんじゃないのかなっていうふうにして思ってます。で今回ね、文明崩壊の回避のうちの、一番成功例ですねとしてベストセラーに紹介されているね日本の江戸時代の再生内容、こちら全部共有はしないですけれども、簡単に言うと非常に理想的な回避策を取ったんじゃないのかなと。当時日本っていうのはねイースター島にいてってというか鎖国してましたから、外からの輸入もなかった、いわゆる島として自給自足を成り立たせなければいけなかったと。イースター島とも似てるし、今我々が抱えている地球全体、地球にも非常に似てるんじゃないのかなっていうことで大きく参考になると思います。こちらを共有しました。はい、ということでね、今日第4回目は江戸時代の再生方法ということで今日学んでみました。続きはまた次回ということでやっていきましょう。はい、今日はどうもありがとうございました。